Were you Japanese police officer? そうですね。刑事になった時の話したんですけど、僕、薬物の、担当の刑事やってたんですよね。Did you stop foreigner to ask some questions rather than Japanese? 私たちの時は、正直ありましたね。で、Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hello, this is Chris from Tokyo. He was a DEA officer. His dream was become a narcotics officer. When he was a high school student, a soccer ball hit left eye and he got big injury to his left eye. Still he didn't give up on his dream. He made an effort to improve his eyesight and study. He finally realized his dream. He became a narcotics officer. He started working at police station first. He joined riot squad and later became DEA. 警察官は、平成8年から、10年ぐらいやってたんですけどね。はい。実はね、もう、気持ちの上では楽勝だなって思ってたんですけど、7回試験に落ちてるんですよね。実は。千葉が、故郷なんですけど、東京の警視庁と千葉県警と神奈川、全部で7つ落ちて、で、なんとか長野県に入れたという形です。はい。それだけ自分の、警察官を受けた時は厳しかったんですよね。人数が多くて。はい。まずね、視力って、あれわかりますよね。目が、視力が警察官は良くないといけないんですよね。で、左目を半分、中学生の時にサッカーで怪我してしまって、半分見えない状態になってしまったんですよ。で、それを言うと、警察官になれないので、隠していました。で、視力も本当にものすごく悪くて、で、よくメガネに穴が開いてるのってわかります？視力矯正のメガネ。それをかけて、1日30分ぐらい、この視力のトレーニングをして、そして、視力を回復させて、なんとか、黙って慣れたっていう形ですけど。それとあと、誰でもなれるっていうようなイメージが昔はあったと思うんですけど、警察官になるためのやっぱり試験っていうのがすごく、難しくて、で、その試験を、大学の時は、結構勉強したっていう形ですかね。2日に1回ぐらい、だいたい2時間ぐらいやってました。で、寒い日とかも、道着を着てやるんで、ものすごくそれが辛くてね。それと、もう怪我しても休むことできないんですよ。もう休むと、もう、要は辛くてついていけないっていうふうに思われてしまうんで、例えば、捻挫したりとか、打撲したりして、本当にもう、ビッコ引いても、やらなきゃいけないっていうね。苦しい時期もありました。はい。
全く入ってないですね。そう。それで、畳も冷たいし、もう体自体冷えてるじゃないですか。それで投げられて、バシーンってこうぶつかるとものすごい痛いんですよね。うん、受け身を取るのもね。で、逆に夏は、まあ、締め切った中でほとんどやるので、暑くて、もう本当に熱中症になって倒れるような人たちも中にはいたぐらい厳しかったです。はい。はい。まず警察学校を出ると、みんな交番に行って、まあ、制服を着ておまわりさんとして働くんですけど、で、まあ、3交代、要は3日に1回当直っていうのがあって24時間の勤務があるんですね。で、まあ、朝の8時半から、まあ、交番に行って、次の日の朝の8時半まで24時間ずっと働くと。で、その日に事件があると、もう一睡も寝れないで、勤務して、で、翌日はまあ家に帰って、その次の日は休みという勤務。だから1日はすごくハードなんですけど、残りの2日間は休めるという、すごく、まあ、いい勤務でしたね。まあ、ただね、物足りなかったんで、で、やっぱり、僕の中ではその、刑事になりたいっていうね、夢があって、で、まあ、交番の勤務が終わって、今度、機動隊に2年行って、で、そこからまあ、刑事になることができたんですけど、刑事になると、まあ、1週間に1回当直があって、あとは毎日勤務なんですよ。で、週、まあ、1日か2日休みがあってっていう形なんですけど、やっぱり事件を追いかけるのが仕事なので、事件やればやるほど、もう休みもないし、家にも帰れないんですよね。で、もうほとんどもう毎日朝からもう夜時間が変わるまで仕事をしていたんですが、やっぱりその時楽しかったんで、うん、全然苦しくはなかったですよね。うん。だから本当に寝ないで仕事してても、まあみんな平気でいられたような感じで、辛いっていう人もいなかったですね。うん。そうですね。まあ、刑事になった時の話したんですけど、僕、薬物の、担当の刑事やってたんですよね。で、まあ、薬物の刑事をやってた時に、外国人の犯罪が、まあ、結構多くあって、まあ、当時、まあ、イラン人ですとか、まあ、ブラジルの方とか、まあ、そういう人たちが、まあ、日本で、こう、薬物を扱うことが結構多かったんですよ。で、長野から、名古屋に、こう、捜査に行って、そのイラン人を捕まえに行くために、こう、要は内偵捜査って言って、要は動きを見ていたときに、まあ、その犯人に、まあ、気づかれてしまって、で、カーチェイスをしたことがありました。はい。で、まあ、様子を見に行ってた時だったんで、まあ、本当に相手にバレちゃいけないんですけども、まあ、こっちも逃がしちゃいけないっていうね、気持ちがあったんで、まあ、ちょっと無理に追いかけてしまって、で、車を無理に急ハンドル切って横転させそうになって、すごく上司に怒られたような記憶ありますけど、で、結局それも、見つかってしまってね、捜査をしていることが逃げられてしまったというね、ちょっと苦いエピソードありますけど。まあ、私たちの時は、まあ、正直ありましたね。で、今は、まあ、観光とか、まあ、旅行とかで来てくださってる外国人の方いっぱいいらっしゃるので、
まあ、ほとんどの人が、まあ、いい人だっていう、まあ、気持ちで見るんですけど、まあ、僕が当時警察官だった時は、やっぱり外国人の犯罪がすごく多かったんですよ。まあ、コンビニエンスストアに強盗に入ったり、まあ、さっき話した薬物を、日本人に売ったり、まあ、俗に言う売人ですよね。が非常に多くて、で、外国人を見ると、やっぱり悪いことをしてるっていう気持ちは正直、先入観でありました。うん。で、まあ、声をかけるんですけど、まあ、相手も日本語をわからないふりするんですよね。で、結局、まあ、要はその国の言葉で話されてしまうので、全く理解もできないし、会話もできなくて、まあ、どうしようもできないっていうことが結構あって苦労したんですけどもね。うん。だから、まあ、ちょっと先入観はあったと思います。はい。そうですね。まあ、僕自身英語喋れないんで、で、え、今はちょっとわからないんですけど、警察官の95%ぐらいは英語喋れなかったと。まあみんな、ほとんどみんな喋れなかったと思います。ですから、まあこちらから片言の英語で話しても、向こうはバーって言ってくるじゃないですか。で、何言ってるのかわからない。で、まあ、例えば、他の英語の国の人じゃないような、例えばペルシャ語だとか、まあ、北京語だとか、まあ、ポルトガル語だとかでバーって話されても何言われてるのかわからないですよね。ですから結局言葉でコミュニケーションが取ることできないので、うん、まあ、相手が例えば悪いことをしていたとしても、まあ、捕まえるとこまではいかない職務質問でですね。だからそこがやっぱり当時の課題だったんだと思いますけども。うん。はい。ないです。いや、ありえないですよね、それね。いや、僕ね、今だから言うんですけど、すごい警察官だったんですよ。頭も良くて、仕事もできて、そしてまあみんなのためにこう、なんとか、ね、しなきゃっていう正義感すごく強かったんですよね。いや、本当ですよ。本当ですよ。ええ。で、やっぱりすごく、まあ、評価も良かったんですよ、当時。うん、ですけど、まあ、ちょっと、こうミスをしてしまって、まあ、迷惑をかけてしまったんですよね。そしたらもう、コロッと手のひらを返したかのように、いつ辞めるのみたいな。うん。まあ、もうしょうがないよね。こんなこと起きたら、もう出世もできないしね、みたいな。明るい未来はないよっていうようなことを言われて、いやー、こんなに警察って冷たいとこなんだって、まあ分かってはいたんですけども、まあ悲しかったですよね。まあそれだけ、まあ、要は上の人が責任を取らなければいけないという、まあ厳しい社会ですよね。だから一度でも何か問題を起こしてしまうと、警察の人っていうのはもう終わってしまうっていう頭があるので、だからなかなかこう、やるぞっていうような思い切ったバイタリティのある人っていうのは日本の警察って少ないんじゃないかなって思うんですよ。だからまあ、僕みたいないい人はどんどん辞めてっちゃった。そう。何笑ってんですか？はい。ええ。はい。はい。うーん。うーん。黙秘します。黙秘します。はい。足りてないっていうと、まあ、まだまだやっぱり、これから、まあ始めたばっかりなので、もっともっとやっぱり有名になりたいなっていうのはあるんですよね。
で、なぜ有名になりたいかっていうと、やっぱり僕が、やっぱり自分の経験とか知識とかをみんなに伝えて困った人を助けたいっていう気持ちがあったとしても、やっぱりある程度影響力がないと聞いてくれる人もいないじゃないですか。例えば YouTube とかでも見てくれる人がいないと、やっぱね、こちらがどんなに相手のことを思ってたとしても伝わらなかったり、あるので、やっぱりもっともっと多くの人とやっぱ接することができるような存在になれればなって思ってます。はい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 。そうですね。うん。そうですね。とにかく負けちゃいけない。コロナには。うん。で、まあコロナって目に見えないじゃないですか。で、まあ怖いな、怖いなって思ってたら、どんどん自分がダメになっちゃうと思うんですよね。だからもう負けないと。負けない。強く生きる。で、まあ、あと、まあコロナで仕事がね、やっぱり失われたり、仕事を失われたり、まあ収入が減ったりっていう方、まあ僕も含めて多くの方がそうだと思うんですけど、まあ、なんとかね、なるんで、まあそんなに、あのまあ、頑張ろう頑張ろうっていうふうに気持ち張らずにもね、もっともっと弱音を吐いてもいいんじゃないかなと。で、みんなで助け合って、あの、手に手を取ってね、進んでいけたらなっていうのがある。まあ、頑張らなきゃいけないっていう、まあ、気持ちも大事なんだけど、うん。明るい気持ちを持って、素直に生きれたらいいんじゃないですかね。はい。ありがとうございました。If you guys like this video, help me out, hit like the button. If you have any question, leave a comment in the comment section below. Or if you want to see more of my venture in Tokyo or in Japan, hit the subscribe button. I will see you guys in next one. I loved you the same this whole time, so tell me, what's on your mind? And I'm not here to hear you say you're fine. I can take the pain you hold inside. I wanna know, wanna see it. Can I feel your grip tonight? Can't get this off my mind. Does it only control you? Let me in, I'll help you out. I won't lose you this time. Can I feel your grip tonight? Can I feel your grip tonight? You think you're too far, but I'm waiting.